こんにちは、こんばんは。はじめまして、よろずいずもと申します。今回初めての動画ということで、フリー乙女ゲーム夏色階段演技をやっていきたいと思います。このゲームはフルボイスでして、気になった方のために、概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。では始めましょう。名前の入力、よろず出雲。 OK。 私は忘れ物を取りに教室に向かっていた。まだ夕日で明るいものの下校時間をとっくに過ぎていて、私たち以外の生徒の姿はない。そのせいかちょっぴり不気味だ。私たちって誰だろう。今は黄昏時、大曲時、あの世とこの世が一番近い時間。ただでさえ怪談話の多いこの学校でそんな時間にやってきたのはある意味自殺行為かもしれない。けれど私はあえてこの時間に来てしまった。忘れ物を取りに来たという理由はあるけど、心の底には別の思惑もあった。ごめんなさい、噛んでばっかりです。緊張してるんです。学校の怪談に実際に遭遇してみたい。日常のすぐ隣にある非日常に触れる瞬間、私はそんな体験にちょっぴり憧れていたのかもしれない。だからこそ忘れ物というきっかけを機に思い切ってこの時間に学校を訪れてみたんだ。とはいえ実際は一人で来る勇気もなくって、知り合いに頼み込んで一緒に来てもらってたりする。その人は、オカルトに詳しい同級生、同じクラスの女友達。怪談話の多い学校はこっちでしょう。まったく忘れ物を取りに行くくらいで僕を呼うわーお、黒髪メガネイケメンですって。おお、葉月智則くん。ごめんなさい。一緒に来てくれたのは葉月智則くん。葉月でいいのよ。いいの？クラスメートの男子でこの学校一のオカルトオタクとして有名な人だ。このイケメンなのに、近づきがたい雰囲気の人だけど、授業の科目で一緒に課題で一緒に行動したりしたきっかけから仲良くなり、それ以降暇な時はよく彼から怪談話とかを聞くようになっていた。もしかしたら私の怪談へ対する妙な興味はこの人のせいかもしれない。ともあれ、もし心霊現象に遭遇したらこういう人が頼りになるというものだ。その通りだ。でもほら、もしかしたら何か不気味な体験できるかもしれないし、智則くんにとってもそうじゃないですよね。確かに怪談を語る以上、一度は実体験してみた方がいいのだろうが、それと君が忘れ物したことは関係ないだろう。すごく聞き覚えのある声だ。まあ確かにそうなんだけれど。とにかく早く忘れ物を回収するぞ。こんな時間まで残っているのを先生に見つかったら怒られるからな。はい。そんな風に話しているうちに教室にたどり着いた。どうだ、忘れ物はちゃんと見つかったか？はい、ありました。自分の机から宿題のノートを取り出し智則くんに見せる。宿題のノートを忘れるなんて随分とうっかりしているな。次は宿題自体を忘れたりするんじゃないぞ。ああ、気をつけます。まあいい。それじゃあ早く帰ろう。突然後ろから聞こえる少女の笑い声。おーい、展開早すぎませんか？誰だ？一番ビビってんのお前かよ。私たちが振り返ると、机の一つにちょこんと小さな女の子が座っていた。和服姿の、明らかにこの場に不釣り合いな格好の少女が。やばい。まあ奇遇。こんな時間に人間に会ったわ。これも縁なのかしら。うわあ。そう言って少女は片手に握っている糸切りばさみの刃を鳴らした。
おう。まさか縁切り様？誰？聞いたことがある七不思議の一つ、縁切り様。名の通り縁を断ち切る妖怪、あるいは土地神のような存在。学をはじめこの辺りの土地の死者の未練も断ち切っているという。けれどもしその機嫌を損ねたら生きている人間の大事な絆をバッサリ断ち切ってしまうとか、そうなったら最後縁を切られた断たれた人間は永遠に会えなくなるという。友則くんと縁切られました？つまりそれって最悪の場合は死んじゃったり、不吉な想像が頭をよぎる。私を知っているんだね。賢い子。少女の姿なのに年を重ねたような落ち着いた口調だ。その態度にその返答、ますますそれっぽい。うろたえる私たちに縁切り様は歩み寄ってきた。パニックのあまり動けないでいる私たちを少女はまじまじと観察する。あなたたちの中に素敵な縁が見える。きっとこの縁ならば悪いことにはならないわよね。ねえ、聞いてちょうだい。最近この学校で七不思議が騒がしくなっている。そのせいで今この学校では人も霊もあやかしも慌ただしいの。確かにここ最近学校で怪談話を多く聞く気がするな。友則くんの言う通り、最近学校では少し季節外れの怪談話の流行が起こっていた。そのブームに乗せられてこんな時間にやってきたような私にはちょっと耳の痛い話だった。このままじゃ良くないことが起きる。だけどどうやらこの騒ぎ、私の力だけじゃうまく解決できそうにないの。おう。こんなに有名な妖怪でも不可能なことがあるのか。妖怪だからできないこともあるの。今考えてること心の中読まれた？あ、やっぱりと私の心を読んだかのように彼女は答えた。だからあなたたちにお願いするわ。1週間。この1週間でどうにかして七不思議が騒がれている原因を解決してほしいの。1週間？1週間で心霊現象を解決しろとは随分とハードな依頼だ。ええ、1週間でお願い。でないと。こんなの断れるわけないじゃないですか。イケメンと縁を断ち切るですって。一瞬縁切り様の表情が人にあらざるおぞましさを帯びる。おい、怖いぞ。あなたたちの一番大事な縁が断ち切られることになるから。脅しです。脅迫です。そんな卑怯です。それって人質取ってるようなものじゃないですか。本当だよ。理不尽な要求に不満を爆発させたいものの、相手は妖怪、機嫌を損ねちゃいけないと思うとつい敬語になってしまう。人間は臆病で嘘つきだから、こういう保険が必要なのよ。そうでしょ？まあ反論はできないね。お前加勢しろよ。友則くんは縁切り様の言葉に力なくうなずく。でも妖怪の力でも無理なようなこと私たちが1週間で。大丈夫だと思うわよ。あなたたちの間には何か特別な縁が見える。2人で協力すれば必ず解決できるわ。まあこれは私の予感なんだけれど。縁切り様の CP。そんな曖昧な根拠で選ばれても。それじゃあよろしくね。期待してるから。次の瞬間、縁切り様はふっと姿を消してしまった。そんな、どうしよう。まったく、お前に付き合ったせいでとんでもないことに巻き込まれた。あれ、ちょっとはぁ。お前に付き合ったせいでとんでもないことに巻き込まれた。いやー、嫌な夢を見たよ。本当にもう。ということで、ここら辺で一回セーブしときましょう。セーブ大事。
ごめんなさい。そんなにヘコヘコ謝るな。それよりもこれからどうするかを考えるぞ。確かに正論です。そうだよね。いつまでもうじうじしている方が友則くんにも迷惑をかけるというものだ。解決するしか選択肢は残されてないだろうな。でなければ僕たち、もしくは僕たちと近しい人が不幸になる。確かに。僕もできる限りのことはする。だからお前も協力してくれる。当たり前です。はい、了解です。お前参加する気なかったら今まで。私は勢いよくピシッと敬礼の仕草をして返事をした。いや、そこまでかしこまらなくていいから。これから1週間は運命共同体の相棒のようなものになるんだ。友伊豆。あまり気負いすぎるのも良くないだろう。友伊豆だね。それもそうですね。それじゃあ改めてこれから一緒に頑張ろう。なんかこの主人公さんすごく敬語使うね。同級生にこんな使うかな。こうして私と彼の奇妙な1週間が幕を開けるのであった。もう2日目。夕方の校内をぶらつきながら私たちは作戦会議をしていた。さて、七不思議が騒がしくなった原因を解決するわけだな。そのためには実際に七不思議に遭遇してみなければならない。すごく嫌だ。そうだね。と言っても狙って遭遇できるようなものなのだろうか。ものなのだろうか。すいません、噛んだばっかりです。しかし最初はどれに挑戦すべきか。なるべく危険が少ないものがいいが。七不思議って大体死なね。トイレの花子さんは除外だろう。当たり前。プールの階も危険だ。となると生徒の幽霊系がまだマシか。しかしねえ友則くん。なんだ、今考え事の最中で。足音。足音？歩きながら考え事で友則くんは気づいていなかったようだが、足音が一つ多い。私たちは足を止め後ろを振り返る。誰もいない。おい、気のせいじゃないのか。いや、そうかな。そんなことを話しながら私たちが再び歩き出すと、確かに後ろから別の足音が聞こえ出した。まさか。何でも知ってるじゃん。今度は友則くんもしっかり聞いてしまったらしい。七不思議だよね。すでに僕たちは七不思議に巻き込まれているということ。一番怖いじゃん。気づいてないうちに巻き込まれてるとか怖すぎだろう。七不思議の一つ、背後からの足音。廊下を歩いていると誰もいないはずなのに後ろから足音が追いかけてくるという噂。追いかけてくる以上のことはしないらしいが、正体がつかめないのが厄介だな。一体どうすれば。選択ここできちゃう。とにかく逃げよう。とりあえず歩き回っていようか。挟み撃ち。ここの2つ逃げるから挟み撃ちどうだろう。挟み撃ちできないかな。なんだってお前すごいビビってんじゃん。友則引いてるよ。2人で別行動して足音に追われている方の背後に回れば、もしかしたら正体が分かったりとかしないかな。すごくなんつうんだろう、予想もしない発想だね。試す価値はあるかもしれない。さっきまでめちゃくちゃ引いてたのにやるんかい。そう言って友則くんはうなずいてくれた。おうというこの声の正体一体誰なんだっていうところで今回は、終わりにさせていただきます。気に入ってくれた方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。